日本の場合の高学歴っていうのが、大抵テスト、試験を受けてから共通一時的なやつだったり、大学の入試受けたりっていうので決まるんですけど、で、日本の学科試験のほとんどって記憶力に依存するんですよね。IQ テストみたいなやつとかでサイコロの展開図とかだったりとか、ひたすらじゃあこの数字を計算してくださいみたいなとかだと別に記憶力はいらないんですけど、基本的にその日本の学科ってじゃあ社会にしたら何々という事件が起きたのはいつでしょうとか、英語のテストにしてもじゃあこの英単語知ってないと解けないよねみたいな基本記憶力テストなんですよ。IQ テストだったりとか、もしくは会社の面接とかだと記憶力じゃないもので洞察力だったりとか反射神経的な能力だったり取るんですけど、基本的に日本の高学歴というのは記憶力テストですよと。で、じゃあ記憶力がいい人ほどいい大学に受かりますと。で、じゃあ記憶力がいい人の特徴というのを、僕が感覚的な調べた限りなんですけど、子供時代不幸な人って大体記憶力いいんですよ。記憶というものがなぜ生まれるのかっていうのだと、例えばじゃあちっちゃい頃に蛇に噛まれました。で、そうすると、細長くてニョロニョロしたものというのは近づいてはならないというのが記憶するんですよ。なので記憶というのは基本的に嫌なこと、二度と起きてほしくないものを覚えるというところから記憶能力っていうのが進化していくんですよね。動物もそうなんですけど、初めて見たものとかって好奇心を持って猫とかも近づいてくるんですけど、それで噛まれたりとか嫌な経験をすると二度と近づかないみたいなのがあるんですけど、で、その現状の日本に住んでる人とかだと、犬に噛まれるとか蛇に噛まれるとかっていう痛みによる記憶ってそうそうないんですけど、で、たまにちっちゃい頃に子供で痛みを覚えるパターンっていうのだと、親が暴力を振るうパターン。なぜ殴られたのかわからないけど、この人の機嫌を悪くすると殴られるぞっていうので、じゃあなるべくお父さんの機嫌が悪い時に話しかけないようにしようとか、お母さんが機嫌悪くならないようにしようとかっていうので、暴力殴られるというのをいかに避けるかっていうのに知恵を使うようになるんですよ。そうすると過去どういう風に殴られたかっていうのをちゃんと覚えないと、2回目の殴られるというのを避けられないので、なので大体子供の頃に不幸な親に殴られたとか、親が揉めてたとか、大体ね、家庭が不幸な子供ほどね、記憶力良くなるんですよ。有名な人で分かりやすい例でいくと、成田兄弟。成田兄弟はあそこも親が離婚してるんですよね。なので、離婚のような状態っていうのは、いきなりすっぱり離婚するわけじゃなくて、基本的に大体親が言い争いをしてみるんですよ。で、大きな声で言い争いをするというのは、やっぱり子供心にはすごいショックなことだったりするので、なのでそこら辺から割とやばいぞっていう生命の危機を感じて記憶力が良くなるっていうのがあって、うちの彼女も記憶力いいんですけど、はい。というのがあるので、なので逆にすると、子供時代を不幸にしてあげた方が、高学歴の可能性は高くなるぞっていう話で。別にだからといってそれをお勧めするわけではないんですけど、ただ現実問題記憶力が良いというのを、じゃあどうやって記憶力というのを作るかっていうと、子供の頃から記憶力が良くないと困るような状況にするというのが、高学歴につながるっていう、どうしようもない話でした。はい。いや、だからね、そう、おすすめできる話じゃないんですよね。それなりに高校生とかになって、一生懸命勉強しても、記憶力がいきなり増えるとかってあんまないんですよね。子供の頃から記憶力がいい子は記憶力が良くて、で、大人になってから記憶力がいきなり良くなる子って、大人も含めて僕見たことないんですよ。記憶力悪い人ってずっと悪いままだし、いい人はずっといいままなんですよね。なので、子供の頃に記憶力のキャパシティをどう作るかっていうので、大体決まっちゃうんじゃないかっていうのが今のところの僕の調べた範囲の、はい。写真記憶のある人っていうのがいて、見たものとか聞いた話とかっていうのをほぼ覚えちゃうっていう人いるんですよ。で、そういう人ってやっぱ子供の頃から覚えちゃってるんですよ。大人になってから写真記憶を習得しましたみたいな人って聞いたことないんですよね。絶対音感とかもそうなんですけど、聞いた音を音階で当てはめられるっていう絶対音感もあるんですけど、あれも相対的絶対音感の人はいるんですけど、能力的な絶対音感の人ってやっぱり最初からで、この音がどうだから1個上がってるからレだよねっていう学習して絶対音感的なものを手に入れた人っていうのがいるんですけど、最初から絶対音感の人ってやっぱ生まれた時から絶対音感なんですよね。なので聞いた瞬間に、この後どうだとかっていうのが分かったりするっていうのがあったりして、なので子供時代に習得できたかどうかの能力っていうのは結構重要だったりするので、記憶力のいい子供を作ろうとすると、なかなか厳しいことを子供にしなければならないっていう。はい。僕だから小学
校の後半ぐらいまで記憶力あんまないんですよね。全然僕子供の頃のこと覚えてなくて、こういうことあったよねって言われたら、ああ、確かにあったかもね、ぐらいな感じなんですけど、基本ほとんど覚えてないんですよ。っていう感じで、記憶力悪いんで、記憶力いい人ってなんでなんだろうって話を聞いてると、大体子供自体不幸だったっていうのが分かって、参考になんねえなーっていつも思ってます。はい、東大行きましたみたいな話とか、人の話とか聞くと、やっぱなんかね、家庭内でね、いろいろ大変だったことって結構聞くんですよね。ああ、やっぱ子供時代大変だったんだな、みたいなのをこう確認する、そういう感じになってます。はい、自分は慶応大学の文系学科に通っています。早慶出身者がなぜ日本の就活等の中で社会的価値が高いと思われているのか分かりません。学歴的を判断するのであれば、正直に今、旧帝出身者、横国や筑波大等の地方国公立出身の方が価値がある。少なくとも序列で下になるわけがないと思っていますが、なぜ早慶出身者の方が就職活が良かったりします。なぜだと思われますか？親が金持ちが多いから。結局、個人の能力ってそんなに大差ないんですよ。でも、親が金持ちだとその親のコネが使えるんですよ。なので電通って9割はコネで入学して1割は実力採用って言われてるんですけど、なので割と芸能人の娘息子とか政治家の娘息子とか大企業の娘息子って電通にいたりするんですよ。でそれは個人の能力が高いからではなく金を持ってるからですで勉強できる能力があったら国公立に行くは当然なんですよ。でも慶応の幼稚舎に入って慶応大学を卒業するまで多分5、6千万ぐらい全部でかかるのかな。そうするとやっぱ5、6千万円を払える。で住所が実家だなっていう住所だとまあ金持ちだよね。そうすると何らかのいい職業とかコネだよねっていうのがやっぱりわかるんですよ。東京都に住んでいて私立の大学に行ってる場合住所見るともう大体家の住所見れば金持ちかどうかわかるんですよ。足立区とかに住んでたらはいアウトとかなんですけど、港区ですとか東京都北区赤羽ですとかになるとこれは親が太いなってわかるので、やっぱ親が太い方がその会社にとっては得なことが多いんですよね。なので採用する側というのは頭がいいかどうかだけではなくその会社にメリットがあるかどうかっていうのを考えてるってことだと思います。高学歴って高学歴な人がすべからく頭がいいわけではないんですよ。もちろん頭がいい高学歴の人もいるんだけど、高学歴チェックテストをたまたますり抜けてしまった頭の悪い人っていうのも結構いらっしゃって、で、そういう人が自分が高学歴だから頭がいいと誤解しちゃうんだよね。本当に頭がいい人って学歴とかなくても結果出すのよ。だって頭がいいからさ、社会に出たらさ、別に何々大の俺様ですなんて言わなくても、普通に仕事できたりするのよ。でも、能力のない頭の悪い人って、能力値が低いから、結果が出せないんだけど、でも俺何々大学だから偉いんだぞっていう、肩書きに固執しちゃったりするのよ。で、それがなぜ発生するかっていうと、高学歴になるのがテストで決まるのよ。例えばさ、ホリエモンことホリエさんって高学歴って言われるじゃん。別にホリエさん高学歴って言われることに、ほとんどの人って、あんまり意識してないと思うんだけど、あの人、大学卒業してないんだよね。だから東京大学に入学できた人で、基本的に日本人の言う高学歴って大学を卒業したかどうかではなくて、どこかの大学に入学できたかどうかで高学歴って決まるのよ。だから厳密に言うと、高校3年生の時の学力で高学歴がどうかっていうのを多くの人は判断してるのよ。だから大学で何をやりました。勉強いっぱいやる大学だから頭良くなりましたと関係なくて、高校3年生の時にどの大学に入る学力があったかっていうところを人は高学歴と呼び、そしてその高校3年生の学力がそれなりだった人を頭が良いと呼んでしまうっていう謎ルールがあるんですよ。じゃあ高校3年生の中ですげえ頭が良くてちゃんと勉強できるって人もいるんだけど、実際問題、たまたまテストでいい点が取れちゃっただけの人っていうのもいるのよ。高校3年生にスマホ与えたら高得点取れて高学歴になれるじゃんっていうのを僕書いたのね。で、それに対して反発がある人がいるんだけど、例えば、スマホがあったって高得点なんか取れないよって言ってるやつはバカなのよ。だってさ、スマホっていうプラスアルファのものを使って、じゃあ今の自分の成績に何点足せるかって考えたらさ、スマホあった方が有利なわけじゃん。で、もともとさ、スマホがあったとしても、1点も増えない人っていうのが全員だったら、試験にスマホ持ち込み OK になるわけじゃん。例えば試験ってさ、サイコロ持ち込み OK じゃん。サイコロ振って、なんかこれ正解とかっていうのをマークシートにマークつける人もいると思うんだけど、基本サイコロ持ち込んだとしても点数って全然増えないから、サイコロ持ち込み不可とかならないのよ。で、スマホ持ち込みってほぼほぼどんなテストも禁止じゃん。なぜかっていうと、それなりに知恵のある人がスマホを使うと点数めちゃくちゃ上がるのよ。例えばさ、
大体どんな大学の試験でもさ、英文の試験があるんだけど、書いてあるところを写真撮って Google トランスレートにぶち込むと、翻訳すぐ出んのよ。そしたらさ、翻訳の日本語わーって読んでさ、で、その後、英語の問題でさ、なんかこの、ほにゃららはどういうことを言っているかみたいなさ、問題文自体もさ、Google トランスレート突っ込めばさ、もう全部日本語なわけですよ。そしたら間違えないじゃん。絶対点数上がるじゃん。で、高校3年生の英文読解力ってそんなに高くないから、英文読むだけで結構何十分でかかっちゃうのね。でもそれがさ、日本語で書いてあったらめっちゃ早く読めるわけじゃん。っていうぐらい点数上げるのって簡単なのよ。スマホの使い方さえ知ってれば。でも、頭の悪い人って、スマホの使い方がわからないのね。だから、スマホぐらいで点数が上がるわけないじゃん。数学もね、写真撮ると答え出てくるよ。Google にね、数式を読み込んで答えを出すっていうのがあるのよ。あれも写真でいけると思うんだけど、試してみると、世の中ってだいぶインターネットのおかげで便利になってるっていうのがわかると思います。で、僕が何が言いたいかというと、結局、スマホごときで対処できることに人生の時間を使うことって損だと思うんですよ。古文漢文とかってググれば日本語訳なんてすぐ出るのよ。国破れて三がありみたいなやつがさ、レ点のないやつとかがあったとしてもさ、国破れて三がありの最初の4文字グーグルにいたらさ、普通にさ、日本語訳の筑語訳とかのページに行くじゃん。そしたらさ、もう古典漢文の読みこなす能力なんていらないのよ。だって、それで調べたら日本語訳わかるんだもん。っていうぐらい、スマホあるといろんな問題簡単に解けるのよっていう話。で、ただ、頭の悪い人はスマホの使い方わかんないよね。で、頭がいいと言われてる人も、実はスマホがあれば解けるような能力を持っているだけなのよ。例えばじゃあ、国破れて三があり、ほにゃらほにゃらみたいなさ、暗記してたとするじゃん。その暗記にはすごい時間もかかるし、頭の中にその容量を使うんだけど、それを覚えていることで人生にプラスになることってほとんどないのよ。別になんか、たまたまその教養的な知識で言われた時にさ、ありますね、そういう漢文みたいなの言えるかもしれないんだけど、でも別になんか、そもそも漢文とか古文をこう調べろって言われたこともないんだけど、たまに言われたとしてもググればすぐわかるわけじゃん。ググるっていう何十秒かの差でしかなくて、なので知識を得ることって、基本そんなに得することないのよ。ただ、必要な知識っていうのは、Google でこういう風にしたら出るよねとか、漢文を調べるときにどういう調べ方をしたら検索エンジンを使いこなして自分の知りたい結果を出るかっていう、そういう知識は必要なのよ。だからそこの知識は必要なんだけど、実際問題、教科書丸暗記みたいな知識って無意味なのね。でも、それがわからない人が結構いらっしゃるんですよ。で、別にいいんですよ。スマホを使わないでテストを受けた僕すごいと思い込んでも。でもその能力って人生において何も役に立たないのよ。社会に出ると。例えばさ、英文読解力っていうのも実際問題、じゃあプログラマーで働いてますって人で、アメリカ人と全然会話できませんっていう人でも普通に英作文読めたりするのよ。Google トランスレートを使って。で、それで結構いい給料もらえてたりするのよ。だから、アメリカ人の友達は作れないんだけど、別に自分が仕事をする上で最低限の英語を解く能力っていうのがあれば、何の問題もないのよ。で、そのようなレベルでいいやって割り切って生きてる人の方が効率的なのねっていうお話でした。理科と数学はやるべき。論理学かな。数学もそうなんだけど、数字的な感覚ね。こういう数字があって、こういう風に動いたらこうなるよみたいな四則演算のレベルかな。だってさ、二次方程式とか社会で使わないよ。ごくたまーに使うかもしれないけど、だいたいエクセルが何とかしてくれるからね。なんだろうな、分散分析とか統計処理って、手計算するとすごいめんどくさいのね。なんかシグマとか使ったりして。別にさ、どうやって解いたかわかんないんだけど、エクセルの関数にこれぶち込んだから有意差出たっすって言えば、有意差出たんだ。じゃあもうこれでいこうぜ、みたいなさ。真ん中の数式がどういう処理をしているのかっていうのは、別に人間は興味がなくて、結果だけ分かればいいのよ、社会って。だからみんなテレビ見てると思うけどさ、テレビがどうやって映ってるかとか知らないじゃん。それでいいんだと思うんだよね。もちろん知りたくて趣味でやりますっていう人とか、好奇心でやりますっていう人は全然いいと思うんだけど、プログラミングで数学使うと思ったけど、思ったこと使わなかった。使わないよね。ただ、数学的センスは多少あった方が早いかもしれない。2進数とか16進数とかの時。でも別に暗算する必要ないからね。計算なんて別に Google の窓入れれば出るしさ、パソコンに電卓ついてるしさ。
高学歴テストをクリアすると高収入リーマンになれる。これが誤解なんだよね。高収入な仕事をしている人には、高学歴の人が多いんだけど、それは頭がいいからそこに入れてるのよ。要するに、頭がいい人は高学歴な可能性が高い。で、頭がいいから高収入な仕事をしている。なので、高学歴の大学にたまたま入れてしまった頭の悪い人が高収入な仕事に就けるかっていうと、面接でバレて落とされるのよ。この人って単に教えられたことを覚えることが得意で、それができるだけで、新しい発想とか、新しい知識を作るとかってできねえやつだなとか、コミュ力低いだとか、それで落とされるのよ。で、落とされた頭の悪い人が、高学歴っていうレッテルが、自分が頭がいいと誤解してしまうレッテルなせいで、頭がいい俺がなぜ報われないのだってなるのよ。頭がいい人って大体報われてますよ。だって頭いいんだもん。なんだろうな。例えばさ、面接10人受けますって言ってさ、1人受かりますって言った時に、落ちる9人と受かる1人の違いは何かっていうのを考えるタイプの人が頭いい人なのよ。俺は高学歴だからとか言ってるやつは受からないのよ。別にさ、会社はさ、高学歴な人を並べたいわけじゃないのよ。うち東大生100人いるんですよ、すごいんですよ、みたいなこと言ってもさ、仕事できなかったら発注しないじゃん。で、仕事できるんだったら別に中卒でもいいのよ。社会って成果が欲しいだけだから。厳密に言うと、売り上げ上げたいだけでお金が入れば誰でもいいのよ。お金をくれる人が中卒だろうと大卒だろうとどうでもいいのよ。っていう話です。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。